不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは九州にお住まいの女性が今から15年ほど前に体験したお話です。その方を仮に泉さんとしておきますが、当時泉さんは冠婚葬祭を執り行う会社に勤めていました。ある日、泉さんの直属の上司の男性から、今から会社の倉庫に一緒についてきてくれと言われました。そこで泉さんは言われた通り上司と共に会社の倉庫に行ったそうです。その倉庫というのは古い一軒家で、空き家だったものを倉庫代わりに会社が使っていました。中に入ると少し薄暗く、会社の荷物がしまってあるだけのようで、誰もいませんでした。すると上司は、ここから持って帰るものがあるからそれを運んでほしいんだよと言って泉さんに紙袋を渡したそうです。そして2階に来るようにと指示を出し、泉さんは上司に続いて階段を上がっていきました。倉庫の2階は普通にいくつかの部屋があり、そのうちの一つの和室の襖を上司が開けたそうです。するとその部屋の中にはいろんな高級感のある和食器や洋食器、花瓶などなどがたくさんしまってありました。泉さんは、冠婚葬祭の催しや宴会などで使うものなんだな、などと思っていると、上司が、これとこれを紙袋に入れてくれ、それとこれとこれも、という感じで持ち帰るものを示していきました。そこで泉さんは言われた通り、その持ち帰るという物品を渡された紙袋に入れていったそうです。しばらくはそんな感じでどんどん袋に入れていきました。すると急に上司の顔色が変わり、何かに慌ててそわそわしだしたそうです。泉さんがどうしたのかなと思うや否や、突然、早く下に降りろと言いました。泉さんは訳が分からずきょとんとしていると、いいから早くしろと上司は泉さんに階段を降りるように促しました。そこで何が何だか分からないまま、慌てて上司と一緒に下に駆け下りたそうです。そしてこの家には隣接する小屋があったのですが、上司は泉さんにその小屋の中に入るように指示し、俺が迎えに来るまでここにずっと隠れていろ。音は絶対立てるな。静かにじっとしていろ。いいな。そう強く言い残してどこかに去っていきました。さて、一人でそんな小屋の中にいきなり取り残された泉さんは、上司と自分に何が起きているのかもわからず、ただただ恐ろしかったそうです。小屋の中は埃臭い荷物がたくさんありました。どうやらこの小屋はこの家の物置という感じでしたが、中は窓がないのか薄暗く、泉さんは気味が悪くなり、小屋の隅にうずくまっていました。どれくらい時間が経ったのか、シーンと静まり返った小屋の中で10分ぐらい息を潜めていたそうです。すると突然泉さんの携帯が鳴り出しました。うわっとびっくりしましたが、それは泉さんの携帯の着信音ではない、聞いたこともない音楽が鳴り出しました。なんで着信音がこの音楽なんだと思いましたが、深く考える余裕もなく、とにかく音を立ててはいけないので、やばい、止めなきゃと慌てたそうです。ですから発信元を確認せずにすぐに電源をオフにしたのですが、それでも音楽は携帯から鳴り続けていました。電源を切っているので音が鳴るわけがないですから、どうしてと泉さんはさらにパニックになりました。とっさに両手で携帯を包み込むようにしてぎゅーっと押さえながら、鳴るなと必死に念じていました。それでも一向に音は鳴りやまず、
泉さんは恐ろしさで頭が真っ白になっていました。すると間もなく上司が慌てた様子で小屋の中に入ってきました。そして一言「帰るぞ!」と言って泉さんを通りに止めてある車に乗り込むように指示しました。車に行き着くまでの間もずっと泉さんの携帯からは音楽が流れていました。上司は「その音楽をやめろ!」と言って泉さんを急いで車に押し込めたそうです。ところが車の中でも音楽は鳴り続けていました。上司は「早く止めろと言っただろう!」と怒鳴ってきたので、泉さんは「止まらないんです、電源も入っていないんです」と言い返したそうです。そんなわけがないだろうと上司はしばらく怒っていましたが、車を走らせている最中もずっと音楽が鳴っていました。するとやっと15分くらい過ぎた頃、突然プツッと音楽が止まったということでした。泉さんがほっと胸をなで下ろしていると、いつの間にか事務所の前に着き、車から降ろされたということでした。泉さんはため息をつきながら事務所に入っていき、その時携帯電話の電源を入れて、さっきの音源の発信元は誰だったのか確認してみたそうです。すると着信履歴を見ると誰もかけていなかったのです。そんなはずはない。じゃあ一体あの音楽は何だったんだろうと泉さんは不可解でなりませんでした。その後数日してからです。あの上司が会社を解雇されたと聞いたそうです。噂では横領と物品盗難でクビになったということでした。泉さんは何も知らなかったのですが、あの倉庫で紙袋に入れたものを盗むつもりだったらしいのです。後で分かったのですが、あの時上司がひどく慌てて泉さんを隠れさせたのは、会社の別の職員が倉庫にやってきたのに気がついたからで、あの後上司が見つかったらしく、いざこざになっていたということでした。泉さんはあの時小屋に隠れていたので見つかりませんでしたが、もう少しで窃盗の片棒を担いだと思われるところだったのです。あの時2階から運び出した品は結局上司があの日そのまま盗んで持ち帰ったそうです。今から思うと、携帯から音楽が鳴り続けていたのは、自分が危険に巻き込まれているのを守護霊が知らせようとしていたのではないかと泉さんは思うそうです。その男性上司とは関わるなと警告するため、ずっと音楽が流れていたのかもしれません。ところで携帯にかかってきた着信の音楽ですが、癒し系のピアノ音楽だったそうです。不思議なのですが、霊的な現象ではなぜかピアノの音が聞こえることが多い感じがしますね。第2話、不動産屋さんの怪談です。これは九州地方の障害者福祉事務所で働いていた女性の方の体験談です。その方を仮に恵子さんとしておきます。恵子さんは障害者の自宅に伺い、掃除、買い物、入浴などのサービスをするのが仕事でした。それは今から4年前、ある障害者の男性の自宅マンションに恵子さんが一人で伺った時のことでした。その男性は50代の重度の肢体不自由な方で、ほぼベッドに寝たきりで一人暮らしをしていたそうです。さて、その日恵子さんは男性の入浴介助をすることになっていました。早速男性のマンションの正面玄関に到着すると、恵子さんはその男性の部屋番号を押しました。すぐにその障害者の男性らしき少ししゃがれた特徴のある声ではい。と応答があり、恵子さんは
〇〇福祉事務所の何々ですと名前を告げたそうです。すると男性がどうぞ。と言って正面玄関のオートロックを解除してくれたので、恵子さんは1階ホールに入り、エレベーターに乗って3階で降り、男性の部屋の前に到着しました。男性の部屋は施錠していないと聞いていたので、そのままドアを開け、お邪魔しますと声をかけながら、恵子さんは中に入ったそうです。すると障害者の男性は一番奥の部屋のベッドで横になっていました。そこは 1LDK とは名ばかりの狭い部屋だったそうです。恵子さんは今日は入浴介助をしますので入りますかと確認すると、はい。と返事がありました。そこでこの男性は肢体不自由ですから、ベッドにほぼ寝たきりの方をどのような段取りで入浴させるかなど説明し、当然湯船に浸かる入浴は危険ですので、シャワーで洗うことにしました。まずユニットバスを下見すると、とても狭く洗面所もついているので、その狭い中で一人の男性の入浴介助をするというのはかなり大変になると分かりました。でも恵子さんはそれが仕事なので、まず男性をベッドから車椅子に移し、お風呂場まで連れて行き、そこでシャツズボンを脱がして下着のパンツだけになってもらいました。そして恵子さんは男性を抱き支えて浴槽の縁に座らせたそうです。普通だったら障害者の風呂場には手すりや椅子があるのですが、男性はまだサービスを始めたばかりだったので、それらがなく、恵子さんが男性の体を支えてあげなくてはなりませんでした。男性は上半身は動かせましたが、力なく赤ん坊のように弱々しいので、ずっとしっかり抱きかかえた状態で入浴が始まりました。頭から全身を洗い流している最中も男性はぐらつくので、恵子さんは汗だくになりながら支え、なんとかシャワー浴を終わらせました。そしてまた男性を車椅子に座らせ、ベッドまで運んで横になった状態で着替えを終了しました。そして最後に部屋の掃除をしてから恵子さんは帰ったそうです。その後、恵子さんは数回この男性宅に伺ってから担当を外れ他の方のサポートに回りました。ただもう行くことはなくなったのに、なぜか恵子さんはあの男性のことが気になって仕方がありませんでした。介護中も何か違和感を感じ、釈然としないものがあったのです。さて、ここまでお話を聞いて何かおかしいことに気がつきませんでした？恵子さんはその男性から食事などは近所に住む友人が毎日世話をしてくれていると聞いていたので、それは良かったのですが、ふと変だなと思いました。恵子さんが毎回男性のマンションを訪れた時、男性がすぐインターホンに応答し、正面玄関のオートロックを解除していました。部屋の方の玄関はいつも開けているということですが、マンションの正面玄関のオートロックはどうやって解除していたのだろうと不可解でした。インターホンの応答やオートロック解除などの操作を遠隔でできるリモコンや携帯ソフトがないことは事前の情報と恵子さん自身の確認で分かっていました。インターホンはベッドから離れているので、もし男性が自力で車椅子に乗ってインターホンに出てロックを解除するという作業をしていたなら、応答までもっとずっと時間がかかります。あらかじめ車椅子でインターホンの前まで自力で来て恵子さんが来るのを待っていたということもありますが、恵子さんが部屋に着くと彼はいつもベッドに寝ていたのです。応答した後に男性がベッドに戻るのも容易ではないはずで、恵子さんが1階から男性の部屋に到着するまでの間のあの数分間では絶対不可能でした。そう考えると
一体誰が恵子さんの呼び出しに応答していたのか。もし他に人がいたなら、それを隠す必要もなく、隠れる場所もありません。そもそも応答した時の特徴ある声は間違いなくあの男性の声だったそうです。この謎の答えは未だに不明ですが、怪談的に考えるなら幽霊や生き霊が応答していたということになり、一コアなら障害者のなりすましということになります。皆さんはどう考えますか？不動産屋さんの怪談です。鉄道事故はめったにあることではないですが、起きた場合は大変な大事故になることが多く、それを教訓に安全対策が強化されてきました。今回都合により路線名と駅名はイニシャルでお話しさせていただきます。さて、これは山梨県にお住まいの T さんからいただいた彼の小学校の同級生、仮名ですが、まさるくんとそのお母さんの不思議な体験談です。それは1971年のある土曜日の午後、当時小学生だったまさるくんはお母さんと F 急行の準急に乗って大駅から富士吉田方面に向かっていました。まさるくんは鼻がもともと悪く、F 急行の G 駅にある耳鼻咽喉科の病院に定期的に通っていたそうです。のどかな村の中をごとごと列車は進んでいました。そして間もなく列車は K 駅から M 駅間の最高40%ミルの勾配の下り坂カーブを通過していきました。その時まさるくんのお母さんは一月くらい前にこの駅近辺で列車が脱線転覆する大事故があったことを話してくれたそうです。それは1971年3月4日の朝のこと。G 駅の手前の少し坂になっていた踏切で、小型トラックのドライバーが落ちた積み荷を拾おうと慌てて車外に出たため、サイドブレーキが甘く、踏切内にトラックが進入してしまいました。そして通過中の鈍行列車とぶつかり、電車の下に小型トラックが巻き込まれ、電車のブレーキシステムのエアタンクを破損してしまったそうです。それによって電車のブレーキが全く効かなくなり、この区間は下り坂だったために電車の暴走が始まりました。朝の通勤時にブレーキシステムが壊れた列車が暴走しているのですから、鉄道会社では大騒ぎになりました。警察や消防が通過する駅に先回りをして停車を試みますが、当時は緊急停止装置 ATS はなく、止めることは不可能でした。普通駅には脱線走行の発生に備えて引き込み線があるのですが、合理化のため廃止されていました。パニックになった乗員乗客を乗せたまま下り坂を走る列車は速度をどんどん増していき、各駅を通過していきました。そしてついにK駅のカーブでバランスを失い、脱線横転し大破して止まったそうです。乗員乗客120名のうち17名が死亡、69名が負傷するという大惨事になりました。不特定多数の人が乗る電車でしたので、被害者を特定するのが大変だったそうです。特に遺体の損傷が激しい場合、身元確認にかなりの日数が取られたということでした。この痛ましい事故からブレーキシステムは多重化し、安全対策が施されたそうです。まさるくんのお母さんは車窓から事故現場にたくさんの花束が添えてあるのが見えてくると、そっと手を合わせていたそうです。さて、まさるくんはこの事故には直接関係ありませんが、耳鼻咽喉科に行くときはこの F 急行で毎回事故現場の前を通過していました。そしてまさるくんとお母さんは病院のある G 駅で降りたそうです。駅前通りから耳鼻咽喉科のある通りを親子が歩いていると、路地で小学生の子どもたちが遊んでいるのが見えました。それはゴブ跳びやバドミントン、キャッチボールなど当時の子どもたちの遊ぶ姿でした。耳鼻咽喉科の近所には小学校があるので、
土曜日の午後は毎回子供たちが遊んでいるのに出くわしたそうです。するとマサルくんはふとその中に見覚えのある女の子がいるのに気がつきました。それはマサルくんが通う小学校の女の子で、なぜかこのエリアで他の子供たちと混ざってゴム跳びをしていました。その女の子もあれという感じでマサルくんに気がついてニコニコと微笑んでいたそうです。女の子はマサルくんより2学年上で名前は知らないのですが、マサルくんの学年の給食のパンを運ぶ係をしていたのでよく覚えていました。またマサルくんはその女の子が校庭の隅でよく一人でいたのを見かけていたそうです。マサルくんはなんだあの子こっちに遊びに来ていたのかと何気なく思い、お母さんにあの子を知ってるよと言いました。お母さんもあらそうというくらいで気に留めず、2人は通り過ぎていきました。そしてマサルくん親子は病院に到着し、治療を終えてその日はまた F 急行で G 駅から O 駅に戻ったそうです。さて、それから2週間後の土曜日の午後でした。またその日もマサルくんとお母さんは G 駅の耳鼻咽喉科に行くことになりました。いつものようにマサルくん親子は電車に揺られ G 駅で降りて改札口を出たそうです。そして駅前の通りを過ぎ、狭い路地に差し掛かると相変わらず地元の子供たちが元気に遊んでいるのが見えました。その時はあの女の子はいませんでした。マサルくんはそれを横目にお母さんと通り過ぎて耳鼻咽喉科の病院に着いたそうです。するとちょうど病院の入り口に入ろうとした時、お母さんが知り合いらしき男性に気がつき、軽く会釈しました。どうやらその男性は子供がマサルくんと同じ小学校に通っていたようで、マサルくんの両親も顔見知りでした。今日はお休みなんですかなどと始まり、二言三言短い世間話をすると、それじゃあと言って男性は駅の方へ去っていったそうです。マサルくん親子は灰色のジャケットを着たその男性の後ろ姿を見送ると、お母さんがあの方は娘さんと一緒にちょうどこの耳鼻咽喉科の裏手にある知り合いのところに訪ねてきてたんですってと話してくれました。そしてマサルくんは治療を終えて親子はまた大駅に戻ったそうです。さてその次の日のことです。新聞の朝刊を見ていたお母さんが悲鳴に近い驚嘆した声を上げました。あれ、やだ。その叫び声にマサルくんは何事かと思いました。あの F 急行の脱線転覆事故の被害者の顔写真が新聞に載っていたのです。これ見てとお母さんが示した写真は、昨日 G 駅の耳鼻咽喉科の前で出会ったあの男性だったのです。そしてマサル見てこの子と言って示した写真は G 駅の路地でゴム跳びをしていたあの女の子によく似た顔写真だったそうです。まだ子供だったマサルさんはわけが分かりませんでした。そしてお母さんの顔がみるみる青ざめていくのが分かりました。あの大事故の遺体は損傷が激しく、なかなか身元が判明しなかったそうで、ここに来てやっと全員の身元、名前が分かり、新聞で顔写真入りで発表されたということでした。お母さんの話では、あのおじさんと上級生の女の子は親子だったらしいということでした。おそらくあの男性と少女の遺体の損傷が激しく、なかなか身元が判明しなかった被害者と考えられます。マサルくんのお母さんも親しい父兄だったというわけではなく、顔見知り程度だったので、死亡が確定するまでは事故の噂とかは耳に入ってこなかったのでしょう。もしマサルくんがあの日見た上級生の女の子が新聞の顔写真の少女だったとしたら、マサルくんが知らなかったのも
おそらく死亡が確定するまで学校が伏せていた、もしくはマサル君の学年の子ではないので知らずに転校していたのかもしれません。いずれにしろその死を知らない人のところに生前と同じ姿で平然と現れたということでした。実際車両が完全に押しつぶされ、亡くなった方々の上半身や下半身だけが悲惨な状態で発見されていたそうで、この脱線転覆事故後、しばらく近辺で上半身だけの霊や下半身だけの霊が複数目撃されていました。ただなぜ顔見知り程度のマサル君親子のところにあの女の子と父親の霊が現れたのか、それだけは今でも謎のままだそうです。不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。さて今回のお話は1970年前後の北海道函館であった体験談だそうです。お話をくださった方は T さんとしますが、その T さんの義理のお父様が体験したお話です。そのお父様を仮に和田さんとお呼びしますが、和田さんは当時はまだ独身で、函館の運送会社のトラックドライバーをされていました。毎日道内の長距離運転で忙しくしていた和田さんでしたが、時々同じトラックのドライバー仲間たちと世間話やいろんな情報交換をしていました。それは道路の危険な箇所や休憩スポットなどなどで有益な情報を知ることができたということでした。そんな中、ある日和田さんは仲間内から奇妙な情報というより不可解な噂を耳にするようになりました。それはこんな噂だったそうです。あるトラックドライバーが深夜を過ぎた夜中の2時に道内のとある山道の峠を運転していました。すると前方からこちらに向かって無人のバスが走ってきたというのです。それは運転手すらいない全くの無人の幽霊バスだったのです。最初は誰も信じませんでしたが、その後他の複数のトラックドライバーも夜中にその峠を走った時に無人バスを目撃したそうです。奇妙なのは、その無人バスを目撃したのは必ず夜中の2時に峠を走っている時だということでした。そうしてドライバー仲間の間で噂が噂を呼び、和田さんの耳にも届きました。最初はただの作り話か見間違いと捉えていた和田さんでしたが、さすがに目撃者が増えていくにつれてだんだん興味を持つようになっていました。そして夏のある日、仲間たちがまたその無人バスをどこどこの誰々が目撃したらしいと噂をしていました。和田さんは未だ半信半疑でしたが、好奇心旺盛でまだ若いですから、よし、じゃあ俺がその時間に峠に行ってその話が本当かどうか検証してやると仲間たちに言いました。そこで毎日運送で忙しい和田さんでしたが、その峠を通る機会が来るのを待っていました。そしてついに荷物を届けて仕事を完了した後、若干遠回りですが、その峠を通って帰ることができる日がありました。和田さんは峠を通る時間を夜中の2時頃になるように出発を少しだけ調整して運転していたそうです。さて、夜中の2時少し前に峠に向かって街道を走っている和田さんは、時々対向車とすれ違うたびにだんだんバカバカしく感じてきました。よくよく考えたら、こんな夜中にバスが走っているわけがないな。バスが無人だったというのも目の錯覚かもしれないし、実際に目撃したやつから聞いたわけでもないと、ふとそんな考えが浮かんできました。そうは言っても帰り道です。
和田さんは例の峠の道に入るところに差し掛かり、登り始めました。ところがその峠の道に入った瞬間、さっきの街道とは雰囲気が変わって、暗く寂しく、夜中だからか車はほとんど走っていませんでした。対向車や後続車がなければ、峠の道は街灯などなく真っ暗な暗黒の世界で、自分のトラックのヘッドライトだけが行き先を照らす命綱のようでした。そして峠を登れば登るほど、和田さんのトラック以外、周りには一台も車がなくなっていき、山道独特の何かが潜んでいてもおかしくない気味の悪い空気に包まれていきました。携帯電話がない時代に車が縁故して立ち往生だけはしたくないような道でした。それでも和田さんはすぐに不吉な考えを吹っ切って、ゆっくり安全運転で進んでいきました。そしてそろそろ例の時間ではと思い、時計を見るとほぼ夜中の2時を指していました。でも特段何も変わったことが起きそうな雰囲気はありませんでした。和田さんは、なんだ走っているのは俺のトラックだけじゃないかと少しほっとして、改めて噂に乗せられた自分をバカだったかなと苦笑したそうです。そして緊張が解けた和田さんがラジオでも聞こうかと思ったその時でした。突然前方から一台の車のヘッドライトが見えてきました。はっとした和田さんは慌ててその対向車が何なのか目を凝らしてみたそうです。でもまだ距離があり、暗闇に浮かび上がったヘッドライトの光しか確認できません。すると対向車が少しずつ和田さんの車に近づいてくるにつれて、眩しいヘッドライトの光の中からその車の全貌が現れてきました。それは紛れもなくバスでした。和田さんはその正体がバスだと分かると思わず息を飲んだそうです。いよいよ来たか、そう思い噂通りの流れに身構えました。時計を改めて見ると時間はまさに2時きっかりで、和田さんはそれでもまさかねえとまだ半信半疑でした。たまたまこの時間に観光バスか何かがこのルートで回送しているのだと、目の前に迫ってくるバスを見ながら思いました。そこで和田さんはトラックのスピードをさらに緩めて、すれ違いざまにしっかり見届けてやろうと考えました。その間もバスはどんどんエンジン音を響かせながら和田さんに近づいてきます。そしてついに和田さんのトラックとバスとの距離が10メーターぐらいになった時でした。和田さんは慎重にバスの中を見たそうです。するとバスの中は空っぽでした。運転手も乗客も誰もいませんでした。明かりがついていたので内部の様子が丸見えだったのですが、一っ子一人乗っていなかったのです。それは言葉通りの無人バスでした。和田さんは驚愕し、全身凍りついたそうです。それはまるであの世から迷い込んだ幽霊バスのようで、不気味に車内だけが明るく見えました。和田さんは震える手でハンドルを握りしめ、うわあ、無人バスだと叫びながら、どこをどう走ったのかもわからないくらい狼狽し、気がつくと会社に逃げ帰っていたということでした。噂は本当だったと和田さんは自分自身には証明できましたが、無人バスを見ていないドライバーたちにとっては果たしてどこまで信じたかは分かりません。これは冒頭でもお話しした通り、
1970年前後の半世紀くらい前の出来事ですが、当然その峠は今でも存在すると思います。ですからこの北海道の某所にある峠では、もし夜中の2時に車で通ったら、現在でもその無人バスとすれ違うのかどうかは興味がありますね。人が幽霊となってこの世をさまようように、バスも同じように幽霊バスとなって無人のままさまようのかもしれません。不動産屋さんの怪談です。事故物件が廃墟化し、それが心霊スポットになってしまうことはよくありますが、いつの間にかトンネルが有名な心霊スポットになっていることもありますね。さて、これは福岡市にお住まいの現在60代前半の主婦の方からいただいた、その方が10代の頃に体験したお話です。その方を仮に綾野さんとお呼びします。それは綾野さんが高校2年生の夏の頃だったそうです。休日の午後、友達とぶらぶら時間を過ごしていると、誰ともなく犬鳴トンネルに行こうかという話になりました。今でこそ現地に自称ガイドまでいるくらいの有名な心霊スポットですが、当時綾野さんは犬鳴トンネルがどんな怪奇現象が起きるところかは全く知りませんでした。でも綾野さん以外の他の友達たちは当然知っていたようでした。そこで男子3人女子2人の合計5人でバイク3台に分かれて乗り、夕方出発しました。さて、犬鳴トンネルは当時すでに新旧の2つがあり、最初に新犬鳴トンネルの方に到着しました。時刻は午後5時を過ぎていましたが、夏場でしたのでまだ辺りは明るかったそうです。トンネルの入り口の周りはうっそうとした森で、入り口の中は出口が見えない暗闇で、不気味な雰囲気は確かにありました。そこで入り口付近にバイクを止めて、しばらく5人で暗くなるのを待って、だらだらと何をするわけでもなく話をしていました。そしてその話の中で、よくわからず連れてこられた綾野さんは、初めてこの新旧2つの犬鳴トンネルがどんなトンネルかを知りました。トンネル内でヤンキーの子が仲間に暴行され亡くなった話から、トンネルの出口のミラーに誰もいないはずなのに人が映り込むとか、今5人がいる場所のすぐ隣に電話ボックスがあるのですが、それが突然鳴り出すなどなど数えきれない怪奇現象の話を聞かされました。綾野さんは子供の頃から勘が鋭く、そういった例の曰く付きの場所はできるだけ避けていたそうです。ですから犬鳴トンネルがそんなところだと知っていたら絶対に来なかったので、内心しまった、来てはいけなかったと後悔しました。でももう男子のバイクに乗せられてきていますから、一人で帰ることはできなかったので、仕方なく腹を決めて付き合うことにしました。そしてそんな感じでみんなで日が暮れるまでその場で立ち話を続けていました。しばらくして綾野さんたちは辺りが少し薄暗く感じてきたそうです。そのせいか人気のない心細い雰囲気にだんだん包まれていきました。そんなさなか、突然新トンネルの中からババ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 バと大きなバイクのエンジン音が聞こえてきました。バイクを運転してきた男子たちがはっとお互いの目を合わせて、ああ、ホールインワン、改造バイクだね、などと話していました。そしてトンネルからそのエンジンの轟音がこちらの出口に向かってどんどん大きく聞こえてきました。みんなどんなバイクが現れるのかと出てくるのを待っていました。そして轟音は出口まで届き、さあ現れるかと思うと、
突然ピタリと音が鳴りやみ、何も出てきませんでした。あれだけすごい轟音を響かせて向かってきていたのに、直前で急に音が消えたので、みんななんでだと驚きました。引き返したのなら当然エンジン音が聞こえますが、本当にピタッと時空の穴に消えていったかのように、バイクそのものの存在感がなくなっていました。みんなこの不可解な現象に内心気味が悪かったのですが、お互い黙っていました。その時の周りの空気は一瞬で張り詰めたようになりましたが、みんな怖いせいか話題を変えてまた話し始めました。するとしばらくして今度はトンネルから一台の市営バスが出てきました。そこでみんなの緊張もやっと解けたそうです。そしてその市営バスは綾野さんたちが立っている場所のちょうど向かい側にあるバス停に止まりました。ただ綾野さんはそれを見て、なぜか妙にそのバスが気になり、目が離せなくなりました。でも他のみんなはすっかりリラックスして話に夢中で、バスには関心がないようでした。綾野さんがバスの中を確認すると、ちゃんと運転手はいましたが、乗客は誰も乗っていませんでした。ところが不思議にもバスのドアは開いたままで、まるでずっと誰かの乗り降りを待っているかのようでした。綾野さんは最初、何してんだろう、時間調整かなと思ったそうです。すると運転手が、足元に気をつけてくださいと誰かに話しかけていました。綾野さんは、誰もいないのにと困惑し、一体誰に話しかけているのかと思いました。そしてこのバスも運転手も何か不自然でおかしいことに気がつきました。するとまるで誰かが降りたタイミングのように、バスのドアは閉まり、走り去っていきました。綾野さんはその違和感にみんなが気づいているか確かめようとすると、他のみんなは依然として何も関心がないようで、ずっとぺちゃくちゃと話に夢中になっています。その彼らの様子にも綾野さんは微妙な違和感を感じました。するといきなりすぐそばの電話ボックスがと鳴り出したのです。綾野さんもみんなもさすがにこの時はドキッとして一瞬で凍りつきました。電話が鳴り続けると思わず出てしまいたくなるものですが、誰も怖くて出られません。しばらく電話は不気味に鳴り響いていたそうです。やっと鳴り止むと周囲はシーンと異様に静まり返っていました。気がつくと辺りはもうだいぶ日が暮れていました。すると男子の一人が静寂を破って「もう行こう」と言い出しました。そこで綾野さんたち5人はすぐその場を離れ、帰ると思いきや旧犬鳴トンネルの方に向かったそうです。しばらくして辺りがとっぷりと暮れた頃、やっと綾野さんたちは旧犬鳴トンネルに到着しました。当時は通行禁止ではなく、3台のバイクは一旦そのトンネルの手前で停止しました。旧トンネルの中は新トンネルよりもはるかに汚れていて、薄暗く陰気で、中は恐ろしいくらい物音一つしませんでした。そしてトンネルの外はなぜか夏なのに虫の鳴き声も風の音さえもしなかったそうです。綾野さんは緊張しながら男子のバイクの後部座席に乗っていました。今から意を決して5人でこのトンネルの中に入っていくので、絶対目を開けないようにしようと決めました。
そしてバイクはエンジンをふかし、トンネルの中に突入していきました。綾野さんは運転する男子に必死につかまり、早く早くと出口にたどり着くことだけを祈っていました。でも不思議なもので、怖いもの見たさなのか、途中綾野さんは妙にトンネル内の様子が気になったそうです。そこで思わずそっと薄目を開けてしまいました。すると綾野さんの目には、走るバイクの真下にマネキンが見えました。こんなところにマネキンが落ちていたのです。そしてそのマネキンの目がじーっと綾野さんの目を見ているのが分かったそうです。その瞬間、綾野さんは全身鳥肌が立ち、やばいと思いすぐ目を閉じました。そしてずっとつぶったままで出口に到着し、目を開けると出口にあるミラーが見えました。あれが人が映るというミラーだと綾野さんはすぐ分かったのですが、通り過ぎるときミラーには誰も映っていませんでした。よかったとほっとしましたが、でもその時同時に綾野さんはあれとおかしなことにすぐ気がつきました。確かにミラーには誰も映っていなかったのですが、それは自分たちも映っていなかったということなのです。角度のせいとか見間違いかもしれないと思い直しましたが、いまだに確信がないそうです。結局トンネル内では不法投棄されたらしいマネキンを見た以外には何も怪奇現象は起きなかったということでした。そしてその後すぐに峠を下ってみんな自宅に戻ったそうです。綾野さんは犬鳴トンネルに行ったのはこれが最初で最後でした。そしてその時一緒にトンネルに行った友達たちとも綾野さんはなんとなく気が合わなくなり、その後すぐ別れてしまいました。ところがその後も男子は何度も犬鳴トンネルに行っていたと噂で聞きました。綾野さんはよせばいいのにとふと嫌な予感がしたそうです。そしてそれからしばらくしてからです。あの時綾野さんをバイクの後部座席に乗せてくれた男子ともう一人の男子が若くして亡くなってしまいました。一人は事故死でもう一人は病死だったそうです。心霊トンネルに引き寄せられ黄泉の国に連れて行かれたという人もいますが、犬鳴トンネルが原因なのか偶然なのかは今となっては分かりません。でも一つ私が引っかかった点はあのトンネル内で綾野さんが見たマネキンでした。誰かがいたずらで捨てていった可能性もありますが、走っているバイクからマネキンが見えてまた目があったというのが不可解でなりませんでした。でもご本人に詳しく聞いたところ、マネキンより新トンネルの音だけのバイク、乗客のいないバス、電話ボックスの呼び出し音の方がよっぽど怖かったということでした。ひょっとしたら新犬鳴トンネルも旧犬鳴トンネル並みの怪奇トンネルなのかもしれませんね。不動産屋さんの怪談です。これは新宿区で不動産会社にお勤めの男性の方からいただいたお話です。その方を仮に今井さんとお呼びします。今から10年ほど前、今井さんは仕事が終わるとよく神楽坂で飲んでいたそうです。当時今井さんのご自宅は文京区の茗荷谷にありました。そこで神楽坂から茗荷谷にタクシーで帰るときは2つのルートがあるということでした。私は東京で運転しないのでよくわかりませんが、飯田橋から後楽園を回るか、江戸川橋から五国寺を回るのが一般的なタクシールートだそうですね。ただ今井さん曰く、タクシー運転手さんでもあまり知られていないもう一つの裏道ルートがあるということでした。
それは赤城下町から丸ノ内線のガード下をくぐり茗荷谷に出るルートでした。そのルートだと時間も距離も短縮になり500円ぐらい料金が安くなるそうで、今井さんはタクシーを使うときは常にその赤城下ルートを使って帰宅していたそうです。でも今井さんにとってそのルートを通るのが決して 100% 良いわけではありませんでした。実はそこには3カ所あまり通りたくない嫌な場所があったのです。その1カ所目は途中にある交差点の入り口付近、2カ所目は地上に出る丸ノ内線の線路沿い一帯、3カ所目はそれに続く墓地だったそうです。それらは負のエネルギーが充満しているような不気味なところで、今井さんはいつもタクシーに早く通り過ぎてくれと思ったそうです。さて、そんな通りたくない箇所が3カ所もあるにもかかわらず、なぜかある初夏の日、油断したのか今井さんは健康のためその赤城下ルートを歩いて帰ろうと安易に思いました。深夜ですから東京でも都心の道はほとんど通行人はなく、怖いというよりある意味気楽で気持ちの良い初夏の風にあたり、今井さんは最初鼻歌を歌いながら歩いていました。まず首都高速の下を通り神田川も渡り、そして旧目白通りに出たそうです。するとだんだん例の通りたくない1カ所目のあの交差点が近づいてきたそうで、いつの間にか今井さんの鼻歌も止まっていました。その辺りに来ると一気に暗くなり、その交差点の角には今にも朽ち果てそうな古い交番がありました。交番には警官はいつもいなかったそうで、実際に前を歩くとこの辺から空気に違和感があることが分かりました。今井さんはそのまま交差点の信号を渡り、変則的十字路なので少し右にそれる感じで直進の細い道に入っていきました。そこからが通りたくない2カ所目の関門、丸ノ内線線路沿いでした。左側は線路の高架が続き、高い塀で覆われていたそうです。右側は樹木が森のように続くため街灯があるにもかかわらず、辺りは真っ暗で異空間のようでした。いつもタクシーの中から見る暗闇の景色でしたが、実際に歩いてみると今井さんは背筋がゾクッとしたそうです。今更ながらこの道を歩いて帰ろうと思ったことを後悔しました。でも怖いと思うともっと怖くなるので、気にしないようにしてそのまま進み、道はカーブに差し掛かっていきました。すると目の前に短いトンネルが見え始めたそうです。あのトンネルを抜けて3カ所目の関門の墓地を過ぎればもう春日通りだから怖いところはないと今井さんは自分に言い聞かせました。そして今井さんがちょうどそのトンネルの手前に来た時でした。突然どこからかパチンパチンと何かが壁にぶつかる音が聞こえてきました。今井さんは何の音だろうとふと思ったのですが、そのパチンパチンという音はずっと同じ一定のリズムでトンネル内に反響しているのが分かりました。ただどこかで聞き覚えのあるような音でした。するとタクシーからでは気がつかなかったのですが、そのトンネルの途中に左にそれる細い道がありました。あれ、こんなところに左に曲がる道があったのか。そう思うと今井さんはその左にそれる道に異様な何かの気配を感じたそうです。それと同時に急に全身鳥肌が立つような寒気がし、次の瞬間今井さんはハッとしました。その左の道から突然白い着物を着た人たちが現れたのです。それは見たこともないまるで侍のざんばら髪のような頭をした人で、何人も何人も音もなく出てきたのです。
よく見るとその白装束は血のようなもので汚れていました。唖然として見ていた今井さんは次の瞬間驚愕したそうです。その人たちは全員下半身がありませんでした。上半身だけで下は透けていて、まるで浮遊しているかのようにスーッとトンネル内に向かってきたのです。そして近づいてくるその集団の周りには毛筆で書かれたような崩れた金文字がいくつも見えました。それらの金文字はまるで呪文か何かで彼らを封じ込めるために書かれた文字のようでした。あまりの恐ろしさに今井さんはこの場から逃げ出そうとしたのですが、体が動かず声も出ませんでした。その間も彼らは皆視点の合わないような目で下を向いて浮遊し、解読不可能な金文字が彼らを取り囲んでいました。その時今井さんには彼らのいるそこだけがまるで時空が違うように見えたということでした。恐怖が頂点でしたが、今井さんは本能的に手を合わせて必死にお経を唱えていたそうです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。するとなんとか足が動くようになっていきました。そこで今井さんは自分の足元だけを見て全速力でその集団の横を走り抜け、振り返ることなく墓地も通り越し、坂を登って春日通りまで一気に駆け抜けたということでした。今井さんの背中は汗ぐっしょりだったそうです。しばらくしてやっと息が整い、冷静さを取り戻した今井さんは、あれは幻覚だったのかと自分が見たものが信じられませんでした。結局その後二度と今井さんはタクシーでもこの赤城下ルートを使わなくなったそうです。ただこの夜の恐ろしい体験が今井さんは頭から離れずトラウマのようになってしまいました。でもしばらくしてこの怪奇現象には何かしらの原因があるのではと思ったそうです。そこで今井さんは不動産屋の調査網を生かして独自で調べてみました。するといろいろなことが分かってきたそうです。まず丸ノ内線の高架の上には茗荷谷の駅があり、車両の引き込み線もありました。そこには地下鉄職員の宿泊施設があったのですが、実はそこで職員が自ら命を絶った事件が昔何度かあったのだそうです。そしてあの短いトンネル内では小学校低学年の少年がトンネルの壁にボールを当てて拾うという野球の練習を一人でしていたそうで、外れたボールを追いかけた時、車にはねられて少年は死亡しました。今井さんはそれを知って気がつきました。あのトンネル内のパチンパチンという音はボールを壁に当てた時の音だったのかと思ったそうです。またあの白装束のざんばら髪の集団ですが、興味深い事実が分かりました。あのトンネルの周辺は江戸時代にキリシタン屋敷がいくつか点在していたそうで、そのキリシタンをひどく暴行した場所が7カ所もあるということでした。おそらくはその暴行により命をなくした人たちの残留思念があの地に残ったままだったのかもしれません。そして怪奇現象と関係あるかは不明ですが、あの交番近くの交差点の入り口近辺に徳川慶喜の終焉の地もあることが分かりました。ところであの謎の金文字ですが、私が詳しい方に聞いたところ、その方の見解ですが、おそらくそれらは仏教の梵字で、守護霊などが今井さんを霊から守るために放ったお経の文字列だったのではとのことでした。ですからそれらが見えていた今井さんはかなり勘の鋭い方だということです。このお話を伺って単に怪奇現象を怖がるのではなく、その土地の持つ歴史や周辺の事件などを調べることも時には大事だと感じました。その地で非業の死を遂げた人の存在を知り、それが浮かばれない霊への供養のきっかけになるのではと思いました。
ただ残念ながら怪奇現象の正体が分かっても今井さんのトラウマは残り、時々白装束の集団が今でも夢に現れるそうです。不動産屋さんの怪談です。さて、これは数十年前のある老舗の百貨店でのお話ですが、今回はどの県かを言ってしまうとすぐ百貨店が特定されてしまい、現在も営業されていますので、場所は伏せて話させていただきます。このお話は仮名ですが、木村さんという女性の方から伺った体験談です。当時20代だった木村さんは、その百貨店の3階にある婦人服のデザイナーズショップに勤めることになりました。老舗百貨店というだけあって、建物はかなり古く、戦前の遠い昔の風格が残る外観でした。内装はその時代時代に合わせて先端を行くデザインに改装されていましたが、木村さんはこの古い陰気な建物にはなかなか慣れませんでした。木村さんのいるショップの店内はもちろん明るく嫌な雰囲気はなかったのですが、少しでも裏に回るとそこには暗い陰鬱な社員用の通路があり、いつも背中がゾクゾクしました。そしてなぜかショップは3階の売り場にもかかわらず、下から冷たい空気、つまり冷気のようなものをすごく感じ、一体これは何だろうと思っていたそうです。そんな木村さんが勤め出して3ヶ月ぐらいした頃から、まず小さなおかしなことがありました。ある日、木村さんがショップのカウンターで仕事をしていると、お客さんが入ってきたのが視線の端に映りました。あ、お客様だ。そう思いすぐに対応しようと顔を向けると、誰もいませんでした。あら、どこ行っちゃったんだと思ったのですが、1秒も経たないうちにいなくなっていたのです。またその頃に木村さんが社員用通路を歩くと、なぜかいつももやもやとした霞のようなものがかかって見えました。木村さんはそれが気のせいではなく、何か良くないものがここにあると感じました。そんなことを思っていた矢先のことでした。木村さんのショップからはちょうど下りのエスカレーターが見えるそうなのです。その日はあまり忙しくなく、木村さんはお客さんを待つ体勢で立っていました。そしてなんとなくエスカレーターの方に視線を向けた時でした。上の階からエスカレーターで降りてくる男性の足が見えたそうです。木村さんはその様子をぼんやり眺めていると、少しずつ足から上へと男性の姿が見えていきました。そして顔が現れた瞬間でした。木村さんはぎょっとして息を飲みました。その男性の顔が真っ黒だったのです。体も頭髪も見えるのに、顔だけが真っ黒でした。木村さんは声も出ず見ていると、その男性はさらに下へ続くエスカレーターに乗り換え、姿が見えなくなりました。その男性の周辺だけが異空間のように見え、木村さんは自分が見たものが信じられませんでした。この時ついに木村さんも、この百貨店には得体の知れないものがいると確信しました。するとそんな時に偶然あるネットでの書き込みを見つけたそうです。それには木村さんの勤める百貨店の3階の在庫置き場で以前男性がしたそうで、それ以来その3階の現在はお客様用トイレになっているところですが、男性の霊が目撃されているということでした。その男性の霊の除霊などはされていないので、未だ霊はさまよっているそうです。それも尾ひれがついたかもしれませんが、結構な頻度で現れるようでした。それを読んで木村さんは、事実かは別としてそういった噂が立つ
曰く付きのフロアだったんだと納得しました。どうやら木村さんの勤め先はそもそも怪奇現象多発の噂がある百貨店だったようでした。でもその噂は始まりに過ぎず、その怪奇現象の真実がわかることになりました。木村さんが働くデザイナーズショップの隣のショップに仲良くなった友人の A さんが働いていたのですが、ちょうど昼休みの休憩になったので A さんが木村さんを誘ってきました。そして A さんが木村さんのショップに入ってきた時でした。プーンとある特殊な匂いがしました。それは火葬場で骨が焼けて上がってきた時に匂うあの独特の異臭だったそうです。実は木村さんは若くして何回も火葬場で骨を拾ったことがあり、この匂いは忘れようのないものでした。その匂いが友人の A さんからしたのです。木村さんは友人がどこかから亡くなった人の霊でも連れてきているのではと思いました。二人は怪談好きでよく霊の話などをしている仲でしたので、木村さんは冗談っぽく、火葬場で骨が焼ける匂いがするけど何か連れてきてないと聞きました。すると A さんは驚いて、ちょっと待って、怖いからやめてと怒られてしまったそうです。そして後日友人は木村さんにあることを話してくれました。それは人づてに聞いたことでしたが、実はこの百貨店の建っている土地とその周辺では、戦時中に空襲でたくさんの人が爆撃を受けて焼け死にました。そして若い世代の人は知らないのですが、その亡くなった人たちの遺体は百貨店の建っている土地の下に埋められたということでした。おそらくあまりの数の遺体で供養してお墓に埋めるなどということが間に合わず、そのまま片付けるように集めて土に埋められたのでしょう。戦争とはそういうものですね。ですから今でもたくさんの人骨がこの建物の下に埋まっていました。それを知って木村さんはだからかと残念ながら納得したそうです。それでこの3階の職場にいると下からおかしな霊気を強く感じたり、エスカレーターに真っ黒な顔の男性を見かけたりしたのだと思いました。この百貨店の建物自体がたくさんの浮かばれない亡くなった人たちの負の念で覆われているということだったのです。戦争の犠牲者は空襲で亡くなり、供養もされずにお墓にも入れず、建物の下でずっと無念を訴えていたということです。現在も特別に供養などはされていないようです。おそらくは今もなおこの百貨店では不可思議な怪奇現象がたびたび起きていると思います。そういった建物では事や事故死も引き寄せるような気がします。木村さんは最近はその百貨店に行っていないそうですが、ゆりさんが建物を見たら醸し出す雰囲気ですぐに曰くつきと分かりますよと言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。